皆さんこんにちは。桜の季節が来ましたよ。でも雨が降っています。今日は雨の桜を一緒に見ましょう。病院に行ったり買い物に行ったりもしますよ。シャドーイングの練習にも使ってみてください。今は駅に向かっています。この日の午前中、息子が友達の家に電車で遊びに行きました。雨だったので、駅まで車で送りました。今はお迎えに行っているところです。道の両側は桜の木です。まだ満開ではないかもしれません。満開というのは桜が一番咲いている一番きれいな時です。雨は昨日も降っていました。雨が降ると桜が散ってしまいます。でも桜の時期は必ず雨が降ります。それもあって桜はすぐに散ってしまいます。桜の時期は本当に短いです。左の横の階段の道は駅に続いています。交差点を越えるとタクシーが見えますね。駐車場がありますが、ここには止めません。駐車場の横で待ちます。駐車場から車が出て行きます。別の車も出て行きます。前の車も行ってしまいました。また別の車も出て行きました。息子がなかなか来ません。さらに前の車も行ってしまいました。少し心配になったとき、やっと息子が来ました。おかえり。ただいま。楽しかった？めっちゃ楽しかった。あ、よかったね。うん。じゃあ行くか。はい、お願いします。右手側に電車のホームが見えます。左のお城みたいのは昔お城があった場所です。今は公園になっています。線路の反対側にも続いている大きい公園です。
今から息子を病院に連れて行きます。息子は1ヶ月半前に怪我をしました。その後、毎週病院に行っています。ところで皆さん、病院の発音には気をつけてください。病院を美容院というと、美容院に聞こえてしまいます。美容院は髪を切る場所です。今、陸橋を越えています。陸橋の先にはさっきのお城の公園があります。ここの桜もきれいです。道の両側にのぼりが立っています。のぼりはこれらの旗のことです。もうすぐお祭りがあります。その宣伝ののぼりです。話を病院と美容院に戻します。両方言うので違いを聞いてください。病院、美容院、病院、美容院、病院、美容院、病院、美容院。どうでしょう？違いは分かりましたか？日本の人には違う言葉に聞こえます。ぜひ練習してみてください。ちゃんと勉強したい人は、ぜひ私のサブスクコースに入ってください。こういう発音の違いを勉強したり、ピッチアクセントの勉強ができます。とっても勉強になると思いますよ。はい、病院に着きました。車を入り口のそばに止めます。雨で濡れたくないからです。では、病院に入ります。終わりました。怪我が治ったので、もう行かなくていいそうです。怪我をしたとき、息子はとっても痛そうでした。私も本当に心配しました。なので、治ってよかったです。この後はドラッグストアで洗剤を買って帰ります。洗剤には食器洗い用と洗濯用があります。今日は食器洗い用を買います。この前、100円ショップで初めて食器洗い用の洗剤を買いました。そしたら、水みたいで全然泡立ちませんでした。泡立つというのは泡が
たくさんできることです。もう100円ショップでは洗剤は買いません。赤信号で止まります。ここでもまた赤信号です。ここも赤信号です。この日は赤信号によく引っかかりました。赤信号で止まることを赤信号に引っかかると言ったりもします。赤信号で止まらないといけない嫌な気持ちを表しています。ドラッグストアに着きました。では、食器用の洗剤を買いに行きましょう。まっすぐ行った突き当たりが洗剤コーナーです。これにするか、この大きいのにするか迷っています。計算をします。558円割る 1250ml は 0.4464。こっちは327円割る 700ml。0.4671 ですね。1ml あたりの値段はもちろん大きいサイズの方が安いですね。これを買います。ではレジに行きましょう。このシルベーヌ美味しいですよ。でも今日はお菓子は買いません。余計なものは買いません。お願いします。はい、ありがとうございます。では、サンドラッチや楽天のポイントカードをお持ちですか？はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これで楽天でも払えますか？楽天ペイ大丈夫ですよ。じゃあ払わせて。はい。はい。では、会計が558円でございます。ありがとうございます。こちらレシートでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。洗剤が買えてよかったです。では家に帰ります。次の日も雨が降っていました。ここは前にカワセミを探しに来た川です。カワセミというのはきれいな青い鳥です。この川の名前は荒川です。上の字は荒れるという字です。川が荒れるというのは洪水になることです。荒川は日本中にたくさんあります。
どの荒川も洪水が何回も起きたんだと思います。向こうに桜が見えてきました。この小さい川沿いに桜がたくさん植えられています。このマークは歩く人と自転車の人だけ通っていいというマークです。では行きましょう。花びらが地面に落ちています。きれいなので落ちたばっかりかもしれません。ピンクの桜が見えてきました。ピンクの桜は白っぽい桜とは種類が違います。ピンクの桜の方が先に咲きます。花びらもピンクと白の2種類ですね。鳩が飛んでいきました。もう一羽鳩が来ました。この鳩も飛んでいきました。2羽の鳩があっちに止まりました。ピンクと白がきれいです。このきれいな景色を独り占めしています。独り占めというのはみんなに分けないで自分一人のものにしてしまうことです。あまりいい意味はありません。でも景色については他に人がいないとき、きれいな景色を独り占めのように使います。水仙も咲いていますね。きれいな黄色の水仙です。この紫の花、かわいいですよね。こういう道の横や畑などでよく見ます。なんとサボテンまでありましたよ。刺さったら痛そうですね。大きい道路が見えてきました。こちらのトンネルを通りましょう。トンネルを抜けると桜でした。白くてきれいな桜です。桜というときはだいたいこの白い桜のことです。ずっと向こうまで桜が続いていますね。また道路が見えてきました。
道路を渡ったところにお祭りのお知らせが書いてあります。今度の土曜日にお祭りがあるみたいです。芸術の小道と書いてあります。この先には作品が並んでいます。ここのそばに美術館があります。だからここに芸術の小道を作ったのかもしれません。さて、次の作品はこれです。タイトルは芽生えです。芽生えというのは植物などの芽が出ることです。これは芽ですね。気持ちよさそうに寝ています。いいですね。桜はここで終わりです。この道を30分くらい歩いてきました。この日、雨が結構降っていました。桜は満開より少し早かった気がします。この動画の2、3日後ぐらいが満開かなと思います。では、桜のトンネルを通って帰ります。雨でしたが、綺麗な桜が見れて本当に良かったです。皆さんもいい一日をお過ごしください。それからスーパーサンクスをくださったレナツさん、テックウィーク X さん、ダニーロスさん、ありがとうございました。感謝しています。Now let me tell you about my course. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. And thanks so much to everyone who watched to the end. Hit the like button or share this with friends. Have a great day and I'll see you in the next video. またね。